した小さな手のひら空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆく君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのに月明かり揺らめく影探してた光の粒届くような気がしていた伸ばした小さな手のひらい
空の青流れる雲こんなに綺麗だったかな散らばった記憶のかけら少しずつ紡いでゆこう君のいない今日がまた始まってくこのままもう時が止まってくれないか何をしてても誰かといても君を探して見つけたくて流れる時に抗ってるこれが全て夢なら何を見てても何を聞いても君は遠くて届かなくて戻らない時追いかけるこれが全て夢ならいいのにはい、こんばんは。すごいテンションが高いんか。ちょっとすいませんね。すいませんね。ちょっと調整しますね。すいません。急に5が出て、はい。大丈夫ですかね。ワイプのサイズは。はい。はい、こんばんは。グランゼーラの集い2にお越しいただきありがとうございます。この番組はゲーム会社グランゼーラのゲームの開発の状況、遅延状況で日々の活動の私が真摯に誠意を持って歯切れよくお答えする番組です。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。前回はですね、出番がありがとうございます。キリー提督さんありがとうございます。愛してるゼベル、私も愛してます。はい。皆さんも飲み物飲みながらやってくださいね。出番がなくてですね。ですいません、飲みながらで。明日から3連休の方もいらっしゃると思うんで。すいません、いつもありがとうございます。チーム F タイプさん。はい。DGSCU 楽しませていただきました。DLC 待ちとして。ありがとうございます。はい。何の話そうそう。前回はね、出番がなくてね。で、ちょっとすみません、エアコン強めてもらいます。すごい緊張してまして。で、出番がなくてね、このご時世なんで、そういう病気になったんじゃないかっていうご心配をしてくださってる方もいますけど、それは大丈夫です。今このご時世なんで、いつ感染してもおかしくないんですけど、そこは大丈夫。失望させないでください。TGS 楽しかったです。ありがとうございます。はい、で、もう一個ね、なんか、出番がなかった理由によく上がってたのが拷問されてるんじゃないかってね。なんか7月の配信の時に結構ね会社に対してディスってたからでちょっと来月出番ないかもって言ってほんまに出番なかったんで空調班何やってんのこれ2オペな僕とディレクターしかいないですよ何やってんのって言われてますよ。はい、7月配信で言ったらいかんことも言ったんで拷問されてたから8月出番がなかったっていう噂もあったんですけど、それは半分正解で半分正解じゃないです。拷問はされたんですけど、それは7月配信の直後に拷問されたんであって、8月放送時点ではもう一応なんていうんですか、執行猶予もない状態になってました。じゃあなんでなんていう話なんですけど、それはなんかまだ言わんでくれっていうことなんですよね。言っちゃダメなんですよね、前回で。
でもあれ出番ないよって言われたんですよね、僕ね。はい、でね、毎月このライブ配信すごい僕緊張してて、なんていうんですかね、大きな節目なんですよ、毎月の自分の業務の中のね。で結構ねプレッシャーかかるんで重かったんですけど、でもなんか出番なかったらちょっと寂しかったですね、正直言うと。だから皆さんに会いたかったですよ、正直言って。なので、はい、そう拷問済みね、拷問はもう完了されてます。はい、そうですよ。拷問の傷を隠すための、はい、愛してるとです。会いたかったですよ。じゃあ再会を祝して乾杯。はい、皆さんも手に持っているビールをあげていただいて、はい、でもう巻いてこう再会をすごく喜んでるのに巻くでしょ。でね、いいですか、もう早速愚痴りますよ。今までは不十分だからカンペっていうか台本はあったんですよ。それもむちゃくちゃいい加減なカンペ。今日は何にもないんですよ。ここに印刷したものも何もない状態ですよ。だから段取りも行き当たりばったりなんですよね、これね。はい、そんな感じなんで、どちらかというと皆さんのチャット依存です。チャットの行く方向に番組が行きますんで、そんな感じで何卒よろしくお願いします。はい、じゃあ、今日の番組のありがとうございます。N 神村さん、 H 中村さんじゃないな、人事さんお変わりないですか。人事さんは今ちょっと事情があって今休んでます。はい、はい、いつも通りじゃないですか。候補北村氏はねやってるんですよ、ちゃんと。まゆみん氏がね、もうすいません、進めます。はい、本日の配信、いつもと一緒なんですけど、最初にゲームの最新情報と活動報告をしますが、あんまり鮮度のある話じゃないですね。 R タイプファイナル 2.5 とはちょっと正直でも気質の情報がほとんどかもしれないです。で活動報告はこれはTGS 先週グランゼーラの出展してましたんで、ちょっとそれの報告があるそうです。あるそうですというのは、僕もギリギリまで行くつもりでいたんですけど、直前にお留守番確定しちゃって行けてないんで、ちょっと皆さんと一緒に報告を見たいと思ってます。で質問コーナーは皆さんからお寄せいただいて、たくさんお寄せいただいてますし、ちょっと前回が質問取り上げれてないので、それで多めにっていうことでは頼んであるんで、たくさん質問を取り上げていきたいと思っております。はい、DLC セット8の情報は出ます。ありがとうございます。なんて読む、このシーンばっかりの応援してます。ありがとうございます。 LPREYS さん、ありがとうございます。で、3番目はグランゼーラからの一方的なお願い告知ということになってます。で、最後に次回予告で、今日の見どころを先に言いますよ。今日の見どころは次回予告です。次回予告だけ見ていただければ、今回の放送の大事な部分がほぼほぼ網羅できるんじゃないかなと思ってますんで、40分後ぐらいに多分次回予告に行ってると思うんで、今忙しくて手が離せない方はちょっと次回予告までには戻ってきていただきたいと思っております。はい、なんでそうやんな、確かにそんなこと言ったら1から3までなんてなりそうですけど、はい、では、進めてまいります。英語がこれも英語あるんですか。いやでもね、いいですよ、英語いろんな R タイプファイナル2もね8言語9言語になってますんで、大事なの分かるんですけど、ここ英語で出ても僕が日本語なんですけど大丈夫なんですか。はい、では
アルタイプファイナル 2.5 ね、9月号。もうこの時点で最初のお詫びに行きます。まだ 2.5 です。3になってないです。2.5 です。ということで、はい。最新アップデート 1.1.4 1.4.1 の配信が9月下旬から10月上旬に開始しますということになっています。そうですね、2.6 っていう手はありましたね。それはおもろかったな、確かに。はい、両方同じページに書いた方がいいんじゃないかなって書いてますよね。それはそう思いますよね。はい。で、ざっくりと内容、なんかここに載ってないのもあるらしいんですよ。僕、一応なんていうんですかね、タスクを自分でみんなに出してるんですけど、かなり前もって準備してるものとか、直前に入れたものが抜け落ちてまして、ちょっとざっくり説明すると、パイロット&ウォーレコードっていうコーナーのアイテムを追加しました。ちょっと光源のついたような明かり気のあるアイテムとか足されてたりしますね。はい、あとスコアアタックの開始時のレーザー、スコアアタックっていう一度クリアしたステージは単体で遊べるようになってるんですけど、それがねフルパワーアップで遊べるようにしようっていうところまでは良かったんですけど、その赤レーザー固定だったんですね、開始時点でのレーザーが。でステージとか機体によってはここを青から始まったらとか黄色で始まった方がいいっていうのがあって、それこの番組というか放送でご指摘いただいて、そうか、それ確かになって思ってつけさせてもらったんで、これはもうこれを見ていただいている方のおかげでゲームの機能が充実したっていうか、非常にありがたかったですね。対応が比較的しやすかったんで対応すぐしましたけど、はい。あとデカールの追加とコスチュームの追加ということになってます。左のが新しいアイテムですね。ありがとうございます。レーザー選択だったライトさん、ありがとうございます。はい。ですね。はい。パラボラアンテナみたいなあります。で、右側がそのレーザー選んでるところです。ちょっと地味な画面で分かりにくいんですけど、右側の下にレーザー切り替えるなんかインターフェースがあるんですけど、そこでレーザー選んでください。はい。ありがとうございます。で、次のページがこれの英語。これの英語と。はい。黙ってる場合じゃないですけどね。はい。へえとか言ってますけど。はい。じゃあ次のページは、デカールを追加しました。はい、デカール、ちょっと皆さんがSNS に上げていただいてるのを見てですね、こういうデカールあった方がいいんじゃないかっていうので、パターンとかグラデのデカールを入れました。で、漢字もこれ4文字だけかかってますけど、もっとありますね。ありますけど、誠とか絆は分かるんですけど、亀とか鶴ってこれ海外の方見て意味不明。日本だと縁起がいいっていうか長寿ですね。鶴は千年とか亀は万年って言って長寿の象徴ですけど、これ海外の人見てなんで亀なんて亀千人とかで分かるんですかね今だと。はい。でデカールはアップデートしただけで使えるものもあれば、ショップに並ぶものとか、あとちょっと特定のステージをクリアしたらショップに上がるものとかっていうのが、そういう条件がついてるものもありますんで、ちょっとアップデートしてもこういうのがないなって思った時はちょっとその
ショップを見ていただいたり、ちょっとステージをクリアしてみたりとかいろいろやってみてください。はい、漢字は他にもありましたね。忍びとか侍とか、まあ嘘かな、話こっちゃになったかもしれない。はいじゃあこれも英語のフリップがないんや。どんな法則性ななんでない。すいません。唐揚げ弁当食さんありがとうございます。こんなバイドステージ開始ポエムを多様に突入するその瞬間まではやっぱりポエムいるか。ポエムね、前も言ったかもしれないですけどね、僕ね評判悪いと思い込んでたんですよ。僕の中に後悔はなかったんですよ。その R タイプファイナルの序盤に大体ポエムってみんな言うけど、まあ今ポエムっていうので統一されてるんですよね。はい、まあそうやな、復活か、確かにそうですね。はい、すいません、ちょっとコスチュームの説明しますね。でこれ、追加されるコスチュームですね。左がグランゼラ革命軍の、士官服ですね。エマ・クロフォードにあなたもなれます。で真ん中、これかっこいいなって思う。今日会社のブログにも上げたんですけど、真ん中グランゼラ革命軍のエースパイロットのスーツとヘルメットで、右がグランゼラ革命軍の普通のノーマルパイロットの服です。かっこいいですよね。僕もかっこいいと思う。でもあれですよ、グランゼーラ革命軍とか言ってるでしょ。これね、社名がグランゼーラじゃないですか。だから最近入ったスタッフは自分らの社名をゲームの中の軍隊につけてると思ってるんですよ。だから痛いやつやと思われてるんですよ、僕ら。グランゼーラインターンとかにグランゼーラに来て、グランゼーラ革命軍とか言って、こいつら自分の社名をなんかゲームの中の集団につけてるわみたいな、ちょっと痛いなこいつらみたいに思われてるんですけど、逆ですからね。何回も言いますけど、グランゼーラ革命軍から社名をつけてるんで、はい、そこはどっちも中二病的なんだけど、ちょっとどっちが出典かははっきりさせといた方がいいかなと思ってます。ゲームの組織を社名するのも痛いから大丈夫で、本当にその通り過ぎておかしい。そうだよね。はい、はい、自分が前後している。はい、そうか、ポエムか。ポエムなあ、みんながそうまで言うならって感じになりますよね。はい、アップデート他にもね、ショップに並ぶ資源とかがちょっと足されてたりはするんですよ。ちょっとプレイするのにいるかなっていうか、あった方がいいかなっていうのがあって、はいですね。はい。で次のこれですね、セット8、ステージパス第3弾 DLC ステージセット8も同じタイミングで配信開始予定。これ9月下旬から10月上旬って書いてますけど、日本のコンソールに関しては後ほど配信日が直前で決まったらしいんでお伝えしますけど、これ先週の東京ゲームショウで使用していただいたステージなんですよねって、僕がこれ作れって言って作らせててねとか言ってるの、はい、そうなんですよ。赤じゃないんですよ。これ専用のゲインズですね。ちょっとゼルフに侵され気味なゲインズということで、これは PV があるので、ちょっとトレーラーが出来たてほやほやの英語のフリップがありますだから法則性は何なの、はい、なのでちょっと待ってですね。これ2回見ていただきます。トレーラー1回目は僕黙ってますんで、はい、ではご覧ください。
はい、今ご覧いただきましたのが、ステージパス第3弾のセット8のステージ2つです。で、このステージすごいでしょ。なんか2オペなのに違うことしてフリップめくってくれないんですよ。ちょっとめくってくれないんですよ。すごいでしょ。なんか違うことしてるんですよ。なんか早弁みたいな、弁当食べてそんなんあります？僕ここでこういうね陽明酒みたいなコーヒー飲んでるのに弁当食ってるとかあります？しかしでフリップめくらないんですから。はい。でステージパス第3弾ね、R タイプファイナルのステージ 1.0 オマージュと、R タイプ2ステージ5ってことになってます。ファイナルはねちょっと作り始める時はあんまり違いがファイナルの時と出んかなと思ってたんですけど、出来上がってきたらすごく自分らで言うなって感じですけど、すごく綺麗かったんで、いいかなと思ってますね。はい、で、R タイプ2ステージ5、この悪名高い、もう当時も極悪ステージと言われてたんですけど、でちょっとマイルドに今回調整してマイルドになったかなと思ったんですけど、東京ゲームショウの方からの報告を見るとみんな難しそうでしたって書いてあったんで、それなりの難易度ですね。はい。じゃあ同じ英語が、でもさっきあれでしたよ、どなたか法則性を見つけておられましたよ。英語フリップあるのとないのとで。はい。じゃあもう一回私が華麗な説明を添えて。すごいですね、笑ってるわ。はい。プラクスティスも歯応えありましたよ。やっぱちょっと難しいんかもな。これ僕のマイク入ってるんですか？はい。これ海の上です。それ見たらわかるって。近づいてきた宇宙、かつて宇宙都市エバーグリーンと呼ばれてた宇宙都市の中、海鳥たちがに挨拶をしたって出ませんけど、自分でささやいてください。はい。このライバルキャラみたいなのが何ですか、このライバルキャラは一体。はい、こんな感じですね。そうなんです。ちょっと作り始めて企画見た時は心配してたんですけどね。ギロニカも健在、ゼルフ、そしてこの R タイプ2ステージ5、オブロス、ケブロス。僕ね、開発中スタッフにいつも訂正されたんです。間違えてオブロスとケブロスで、後で聞いたらブロックを置くやつがオブロスで消すやつがケブロスですよって言って、あ、そういう覚え方ねみたいな話になりまして、はい、なんでオブロスケブロスですかね、皆さんね。これ今右上に出てきてるやつ、あれは、置いていってるからオブロスですね。はい、はい、こんな感じでですね、ステージパスセット8も出しますんで、ちょっとここはちょっと有料なんで、その前のコスチュームとかデカールとか、パイロット&ウォーレコードのとこの機能は無料のアップデートで入るんですけど、ここは申し訳ないですけど、何ですかね、関わったスタジオの制作費の還元がありまして、そこ有料になってます。はい。でこれのあとは何でしたっけ。配信日です。これがねちょっとね良くも悪くも急に決まったんですけど、なんと PS4 と XBOX はあさっての夜、しあさってです。あさっての夜、土曜日の深夜です。プロデューサーの以前一緒に出たそのゴロリンってプロデューサーがすごく頑張ってなんとか連休中にとか言ってギリギリ間に合ったみたいな感じになってまして、で機能も足してますし不具合もいくつか修正してますんで、ちょっと
やっていただければと思います。で、任天堂スイッチの方はどうしてもちょっと10月に入ってしまうということなので、こういう日程になってます。で、PC 版と、他の地域の、北米とか、ヨーロッパ、韓国、台湾、香港もあまりこう開かずに順次配信していただけるみたいなんで、お楽しみにという感じです。はいはい。ちょっと弁当を食べてないと、はい、食べてないそうです。はい、めくってください。これこれの英語フリップって、これ日本のしかも日本時間でしょ。これすごいストレスですよ、逆に。はい、こういうことです。すごいな。はい、日本を優先してるわけじゃないですからって日本語で言ってますけど、フラットにやってるんですけど、ちょっとどうしてもこう展開のあやっていうのがありまして、どのプラットフォームもどのリージョンも同じようにしたいんですけど、ちょっといろいろありますんで、はいということです。はい、ということで、すごいな、この自虐的なのは何なんですか。 R タイプファイナル 2.5 のままですが、どうぞよろしくお願いします。すいません、2.5 のままなんですよ、確かに。なのでちょっとどうぞよろしくお願いします。はいの英語、stays as、 そうですか。はい、よろしくお願いします。これで、ちょっと今日お出しできる R タイプファイナルの2の情報は全部ですか。はい、めくってください。何を、セール、今任天堂スイッチの e ショップで 40% オフで買えると。すごいですね、挟み込んできます。っていうか、ちょっと待てよ、このワイプはちっちゃいですよね、いつもよりもさらに。これ事故じゃない、この小ささ。普通こんなちっちゃいワイプないですよ。こんなんだったら消しますよね、普通。うわ、これ最終ミッション、コピーをかぶるからちっちゃいんですか。世界最小ワイプじゃないですか。ちゃん見えてますか皆さん。こんなちっちゃいやつ見たことないでしょ。はい、今セールなんで、ぜひ。まだこんな広さですね。なんか狭いと思ってましたけど、さっきのに比べたら全然広いですよ。このワイプこんなに動けますよ。ほら、こんな感じね。はい、ではじゃあ次はデータ東京ゲームショウ2022グランゼラ活動報告。すごいですね。グランゼラ革命軍の活動報告ともうテロ活動みたいになってますけど、先週の東京ゲームショウ2022に、ハピネットさんのブースにグランゼラの私有台を置かせていただいて、4日間、私有イベントっていうかやってました。で、私有会かで、私有していただくとステッカーがもらえると。でね、僕そうなんですよ。1日目にね行く予定で、チケットもいただいてたんですよ。招待チケットいただいてたんですよ。でもう本当に行く直前ですよ。だから新幹線に右足入ったとこで留守番確定しまして、引き返していましたけど、なんでちょっとありがとうございます。クールなんて読むんだろう。シャンジャクさん、ありがとうございます。なのでこれは動画なんですか。僕説明するとこはないんですか。動画なんですか。はい、じゃあマイクも入ったままですか。じゃあ皆さんと一緒に動画見ましょう。
こんにちは。こんにちは。グランデーラの集い2をご視聴の皆さん、広報まゆみです。広報スイカです。はい、今日は東京ゲームショウ2022にやってまいりました。スイカ。早速中に行ってみましょう。では、レッツゴー。なんか硬いですね。僕も人のこと言えないですけどね。ああ、ゲームショーいいな。隣がプラチナさんでしょ。大丈夫ですか。揉めなかったんですか。いろいろ心配して。やってますね。海鳥たちに挨拶をした。ありがとうございます。はい。すごいですね。僕これマイク入ってるかもしれないけど、言うことが特にないんですけど、言いようがない。もう R タイムファイナル2といえば、IO データチャンネルでおなじみのゲームということで、今まで10回配信してますよ。あんなに言われてますからね。よく見て、よく見て。このステージやってくれても嬉しい。というか、それやってくれても嬉しい。それではカブネットブース、また次回お会いしようではないか。すごい、何も言うことない。いや、IO データさん、IO データさんがステージイベントで R タイプファイナル2やってくださったでしょ。オリジナルステッカー。ありがとうございます。ステッカー。ステッカー、はい、TGS レポート以上となります。なんか IO データさんすごい印象に残ってます。ステッカーメルカリに出さないで、ここぞという時に大事なとこに貼ってくださいね。はい。まあそうなんですよ。仲いいんですけどね。っていやなかなかね、IO データさんは仲いいんですよ。会長さん、はい、会長さんも優しいし、皆さんも。渋子さん来られてたんですか。そうですか。なかなか縁がなくて一度ご挨拶したきりですけど、まあなかなかそうなんですよね。石川県にディスプレイの会社が2つありまして、IOデータさんはまあディスプレイだけでもないんですけど、まあなかなかそこはね、これ7月以上の拷問が回ってそうですね。すっごい顔してますね。はい。言ったらいかんそうです。すごい、もう一方的にゲームショー。ダメ、絶対。同じ県だからね。やっぱりさせていただく方もいらっしゃるんです。行っちゃったとか言って。これはおかしい。壺に入って、ちょっとすいませんね。このまま僕いなくなってここにぬいぐるみ置かれてたらすごいしね。ちょっと落ち着きますよ。皆さんもちょっと飲み物飲む時間に しましょう。これ今。すいません。ちょっともう一段冷房を強めてもらえません。冷房を強めてください。汗出て。来月はね、これ良くも悪くもです。先に言いますよ。次回予告の時言おうと思ったんですけど、今日ね、どんだけ言っても来月出番なくならないんですよ。あかん、でかい声出した。書いてる。あかん。ちょっとあかん。じゃあ質問コーナー言ってください。これちょっと最大におかしい。知ってるなみんな。そうなんですよ。今ね、グランセーラーの中にいてもね、そういう知ってる人と知らない人いるんですよ。新しく入った人。はい。すみません、質問コーナーに慌てていきます。ちょっと一旦ぬいぐるみと変わりたいな。はい。そうですね。ノーザリーのぬいぐるみいいですよね。ノーザリーね、作ってるんですよ。出てくるステージを作ってるんで、いいですね。面白すぎ。
面白すぎてる、僕がもう面白いとかもうハマってるんですよ。でちょっと質問コーナーいきます。このコーナーはですね、皆さんからお寄せいただいている、鋭い質問、ご指摘で、要望いただいたりとかですね、ありがとうございます。 R タイプカレーは出ますか、5000円、すいません、さっきと同じ方ですよね、ありがとうございます。カレーは出ますか。別のルーにできないと、一緒だと良くないですよね、絶対絶命カレーと。はい、だそうです。で、皆さんからいただいている質問のに対して私がですね、真摯に、誠実に、そして歯切れよくお答えするコーナーとなっております。はい、なるべくちょっと前回取り上げれてないので多く取り上げたいと思ってますが、じゃあ早速、ご意見要望 R タイプファイナル2、競技ステージのリトライ機能を実装してほしいですと。ゲームオーバー、メインメニュー、サイド競技メニューという手順が少々面倒なので、競技用同じ内容の別の方からのっていうことですね。これね、競技用のステージのゲームオーバーからメインメニューに戻るのをコンティニューかステージ選択戻るぐらいできないでしょうかと。おそらく多人数プレイ前提でコンティニュー風化としてあると思うんですが、一人用のプレイなら少しリスタートしやすく。すいませんね、これ申し訳ないです。もう書いていただいてる通りですね、もともとですね、一人でプレイするっていうことをあまり考慮せずに作ってたステージを一人プレイしかできない状態でちょっと出しているもんで、ちょっとそこは対応が不十分というかちょっと配慮が足りなかったとこかなと思ってますので、ちょっとあさってとか9月下旬10月上旬の更新には間に合わないんですけど、その次の更新にゲームオーバーになったら最初からまたやる、ステージの最初からまたやる機能をつけたいと思います。はい、すいませんね、ちょっと申し訳ないです。ここはちょっと今のところ歯切れよくいけましたね。はい、そんな感想なんて。はい、はい、では次、鋭い指摘、 R タイプファイナル2、ステージ 1.0 の腐った輸送管よりもステージ 7.1 の綺麗な輸送管の方が弱いのはなぜ。最初のステージに出てくるガウパー様態がたくさん出てくる輸送管の方がもう腐ってるのに強いじゃないか。これはそうですね、鋭い指摘って書くやつもすごいな。はい、鋭いです。鋭いと思ったんでしょうし、鋭いですね。これはそうですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとコーヒー飲みますね。はい、Y3.0 も柔らかい。これはね、あれなんですよ、ちょっと誤解があるかもしれないです。これは輸送管がもともと弱いんです。輸送管なので弱いんですよ。だから、7.1 とかその Y3.0 の弱さが本来のヨルムンガンド級輸送管のなんていうのかな、あるべき姿です。で 1.0 のはバイドが取り付いたことによって、強くなっているということですよ。大丈夫かな。はい、大丈夫かな。はい、そういうことです。バイドの影響か、やっぱりバイドの影響、そうでしょ、思うでしょ。そうですよ、そうに違いないです。はい、タクティクスやれ、はい、みんなのフラグシップ、そうなんです。あれね、タクティクスの位置作った時にみんな輸送艦で最後まで行くじゃないですか。戦艦が場所占めて輸送艦のが得だって。であれがちょっとやっぱりゲームデザイナーとして悔いが残ったんで、2では最初から中に入れるようにしたんですよ。みんなのフラグシップね。はい、で次はご意見
応援 R タイプファイナル2 R タイプタクティクスから入ってメカデザイン世界観が好きになったのですが、シューティングゲーム初心者なのでやり込む以前に挫折しがちでした。しかし難易度の調整機能に大変助けられ、初めてルートも完走できました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。タクティクスのリメイクも期待してお待ちしております。ありがとうございます。そうですね。ちょっとチケットの手に入れるのが大変なところがあるかなと思いますので、何かしらちょっと対応はしていく今後予定はあります。ちょっとなんていうか、あんまりバランスが急に変わるようなことはできないんですけど、ちょっと少しでも遊べるように遊びやすくする部分と、やっぱりゲームの持ってるなんですかね、保ちたいゲーム性っていうのもありますんで、そこはちょっとバランスを持っていきますんで。デルタの6名タクティクス3、幅広い難易度はこのゲームのいいところ。ありがとうございます。では次、要望提案 R タイプファイナル2、究極互換機でハイブリッド波動砲、同ループ数のものから自由に2種選択できるようにしていただきたい。スペシャルウェポン発動ボタンでスペシャルウェポンが発動できなくなる代わりに切り替えられる機能。なるほど。なるほど。僕ね、今あれなんですよ。ヘクトールっていう R タイプタクティクスに出てきた変形機体を R タイプファイナル2に入れようと思って仕様を詰めてるんですよ。でそのヘクトールっていう機体が飛行形態とロボット形態あんまり見た目変わらないんですけど、一応変形する形になってて、でロボット形態の時に3種類の波動砲を撃てるっていうのがもともとのそのヘクトールっていう機体の特徴なんですね。なんで3種類のその波動砲を積まないわけにはいかないなと思ってるんですけど、でもこのいただいてる案はなんか良さそうっていうか、スペシャルウェポンの発動ボタンですごくゲームデザイン上は綺麗な仕様が作れそうな感じですね。なるほど。究極互換機でハイブリッド波動砲でその時にどの波動砲を積むかを選べると。でルール上は同じループ数になってて、スペシャルウェポンのボタンで切り替えるか。なるほど。わかりました。これはゆっくり考えます。明日考えます。僕休みの日基本的に夕方まで喫茶店でね詩を考えたり原稿を書くんですけど、明日はこれを考えます。で夕方会社に来て詩を書くっていう形でやってますんで、ありがとうございます。では次、これはバイド系の究極互換機が欲しいと。OF 究極互換機っていうのがこの間出したんですよね、春に。でその投稿に対してのレスなんだ、これが。確かに欲しい。なるほど。これね、そうなんですよ。アイデアとしては出てましたね。その OF 交換機の時にバイドのすごく邪悪な姿の機体で、なるほど。これはちょっと時期はともかく多分構想からそんなに外れてる話でもないので進められると思います。何かしらその専用の武器もつけますんで、わかりました。ありがとうございます。では次。質問確認。グランゼーラーの集い2の質問コーナーへの質問です。2つあるんですかこれ。
ショップでは戦闘機開発に必要な3つの資源は1個ずつしか購入でき一度ずつしか購入でき購入したらもうショップからなくなっちゃうと。で次のアップデートではこれらの制限は解除されるのでしょうか。ステージで手に入る資源は少ししか手に入らず非常に手間がかかるので回数制限を撤廃してくれると非常にありがたいですっていうのが一つと、オマージュステージに R タイプデルタの6名のステージは追加されるのでしょうか。6名には QT キャットから脱出したと思われる初代主役機 R9 との戦いがあるので実装されたら購入したいです。で最初の方のはね確かにおっしゃる通りなんでちょっと定期的にショップに追加していく予定ではありますけどちょっと回数制限を撤廃するかって言われるとちょっと今の時点では言いにくいですね。すごい歯切れ悪いな。ただ定期的にゲームプレイする以外の手段でも手に入るようにということはしていきます。で、マージュステージの R タイプデルタの6面がっていうこれはね出ますね。セット9に、R タイプデルタのステージ6のマージュステージが入ってますっていうのは言ってもいいんだっけ。今までも言ってたっけ言ってなかったっけ言ってますかね。まあいいか。出ますよ。なんか急にゆっくりなスローモードみたいになって R タイプデルタステージ6のオマージュステージ版が出ます。どこまで言うてもいいんかな。 R9 との戦いもあります。ゆっくりな。はい。例のねちょっとレーティングに触れそうな敵はねやっぱりねバラカスの時と同じ感じですね。はい、はい、そうかノーザリ出るって言っちゃってるんだよな。そうですよね。はいセロはね大丈夫なんですけどねもうこれ以上言うたら消されそうやな。ある国の、まあそうですわ。はいなのでイブっていう敵は出ます。ボスがかっこいいっすよ。言ってもいいね。ドプケラドプス出てくるんですけどかっこいいですね。この声ちっちゃくなってはいいいか。はいということでした。では次の質問。要望ステージ 5.1 にジャンクションを追加して 6.0 と 6.2 の選択ができるようにならないでしょうか。ボス前ちょうど時間の空きがありますのでそのあたりに追加していただけるとありがたいそうですね。まあ確かにな。そうですよね。 5.0 に分岐があるんだもんね。そうですよね。5.1 にもまあちょっとボス前の時間の空きはね一応時々ボス敵手薄なとことかあるんですけどあれ一応いるからつけてるんですけどここは担当のレベルデザイナーさんに聞いてみますね。普段は声聞かずに一方的にここに置くぞって言ってなんなら置いといたぞみたいになるんですけどちょっとここは担当に聞いてみますね。はい、おっしゃることはすごく分かりますので置く方向で、私も具体的な努力をしたいと思っています。はい。で次が質問と要望。機体登録用 R タイプファイナル2機体登録用のハンガーの数を増やせないでしょうか。ゲーム開始時の出現デモだと時期はヨルムンガンド級またはアングルボダ級からの出撃ですがハンガーは両級同じ構造なのでしょうか。これはねちょっと話が2つあってハンガー数を増やして今12機ですね。 R タイプファイナルが8機で
ファイナル2が12期になってるんですけど、もっと増やせないかっていう話ですね。で、後半が、その輸送艦の時と空母とで一緒なのっていう。でこれね、後ろの方から先に答えると、最初はねまさに書かれてるように輸送艦から始めるつもりだったんですよ。だから2機からしか選べないっていう仕様だったんですね。でヤールンサクサとかそのアングルボダってこう母艦が大きくなるにつれてハンガーの登録数を増やすっていうこれはこの R タイプファイナル2の企画段階で自分が持ってたそのハンガーの仕様なんですけど、ただねちょっとそれやったらもう最初から12機入れれたらいいんじゃないかっていうことでちょっとそういう展開をもうあえてなくして最大数載せれるようにしたっていうのが開発の経緯です。だから本当は違うんですよ。ヨルムンガンド級は2機だけでこう10機とかっていう風になってるんだけど、そこはちょっとある種割り切って使いやすさっていう方を取ったっていうことですね。で、登録用のハンガーの数を増やすっていうのは、なんか一見すぐできそうなんですけど、ちょっと何かと影響出てくるかもしれないので、ちょっと今すぐにやれますっていうのはちょっと言えなさそうな感じです。相談はしてみようと思うんですけど、そうですね。でそのリザルト画面からのそこの機能が今ないんですよ。ミュージアム機体が選べたっていうのが。だからそれはもう入れることにはなってますんで、ちょっと確認が終わったら世に出すつもりですけど、そこの対応を先にやりたいのと、アルバムの機体も呼び出せるようにしたいと思ってますので、今大きなハンガーのとこでしか選べなくなってますんで、なのでちょっと利便性上げる方向では改良を進めていきますんで、ちょっとこの言っていただいている形にするかはちょっと考えさせてください。はい。で次は何ですか。要望 R タイプファイナルズ、現在構成リットは最大5つ作れますが、ステージも増えてきたので、これに合わせて作れるコースの最大数も増やしてほしいです。これに関連してコースにもタイトルをつけられるようにしてほしい。はい。これは確かにそうですね。確かにステージもね増えてきて、もともとあれなんですよ。R タイプファイナル2っていうのはこう自分の考えた好みのステージ、考えた順番で7ステージを作ってもらうっていうのが遊びの結構コアなので、ステージ名も自分でつけてもらって、自分の思うような7面構成を作ってもらうっていうのがR タイプファイナル2のこうやっていただきたい遊びでもありますんで、これは確かにおっしゃる通りですね。エディットの最大数を増やすのはすぐできると思うんで、これもちょっと9月下旬の更新には間に合わないと思うんですけど、その次の、10月下旬になるのかなの更新には構成リットを数を増やすのは対応します。でちょっとコースのタイトル名はこれはひょっとしたらちょっとコースの数増やすタイミングでは間に合わないかもしれないですね。ですけどこれも言われること分かりますんで、ちょっと段階を分けて対応しますね。はい。という感じです。で次はこれですか。R タイプファイナル2の質問しかなかったぜ。そうですか。はい。だそうです。ちょっと時間の関係でちょっと取り上げるのがここまでっていうことです。で、いただいてる質問とか要望ご意見は必ず関係部署にって言ってもほぼ私のところですけど回してで関係者に伝えてますので、ここがちょっと了解いただきたいのが
ちょっと取り上げた質問と取り上げれなかった質問で、取り上げた質問が必ずしも要望とか意見が採用されて、取り上げられてないのは、採用されにくいということはないです。というのはこの質問を取り上げてる人間と組み込むのを決めてる人間が別になってまして、すみません、ありがとうございます。デラさん、DR3 デラさん、ありがとう。質問コーナー大ボリュームでありがとうございます。いや、こちらこそ、これ逆ですよ。僕ら質問いただいてることがありがたいんで、この番組だってそこで持ってますからね。はい、僕の話術とかじゃないですよ。質問で持ってるんで、はい、ありがとうございます。はい。ラスボスラッシュ、はい。ですね。なので、ちょっと採用っていうとちょっとなんかおこがましくて、いただいた意見で間に合うものとちょっと間に合わないものいろいろありますんで、ちょっとそこは一通りのことは全部検討にかけますんで、ありがとうございます。皆様のバイドカレーに期待してます。バイドカレーの使用もちょっとそうですね、考えた方がいいですよね。はい。唐揚げ弁当すみません、ありがとう。先ほども途中にちょこちょこ来ただけですが、これが最後にデルタの BGM の後半をバイドルゲンに変えるまで待ってます。バイド、ね。はい、ドブさんなんぼでも読みがあるから大丈夫です。ドブケララッシュはそれで面白そう。そうですね。確かにラッシュかけれるぐらい出てますね。あれよくできてるんですね。やっぱりね、最初の R タイプのドプケラドプスね。だからそうですよね。すごく象徴的な敵ですよね。はい。特に今回はカンペなしということですが、なおコメント重視というのがうなずけます。そうですよ。すんごい依存してますよ。はい。すんごい今見せたいわ。これ鏡で巻かれて、うわめくられてる。はい。じゃあお知らせコーナー、これグランゼーラからの一方的な、皆さんの望むと望まざるによらず一方的にグランゼーラから伝えたい、流し込みたい情報をお伝えするコーナーに急になんか進行担当というかディレクターが変えました。さっきまで弁当食ってたのに食ってないって怒ってます。はい、今日何個あるんですか？3つ。はい、お伝えしたい、皆さんが嫌がってもお伝えする内容が3つあります。早くしろと。はい、じゃあ1つ目お願いします。はい、全タメ出展決定。ね、全タメって何だ？第5回ユニバース YF さんオマージュステージ映像などかっこよかった。ありがとう。楽しみにしてます。ありがとうございます。元ドブケラ意思疎通できそう。弁当 P 弁当 P って言われてる。はい。第5回全タメって、これね、全タメって何かっていうとね、全国エンタメ祭りの略だっていうのを僕もいつも忘れるんですけど、岐阜県で毎年やられてるエンタメイベントなんですよ。で去年は、オンラインでやっておられたんですよ。一昨年は中止になっちゃったのかな。でいつもはね8月の岐阜県でやる、8月の岐阜県でやるっていうのがもうそれがある種のなんか名物で、だから全タメの前の週にね、東京でゲーム会社さんとかゲームのメディアさんと話すると、来週行くんすか、来週行くんすかっていうのは、もう来週全タメ行くのっていうことですよ。で行きますよって言ったら、なんか対策してますか、これ何かって暑さ対策ですよ。8月のもう岐阜駅、電車がドア開いた途端に熱風がブワーってきますんで。ただ今回は2年ぶりかな、こうリアルイベントで、しかも10月の後半なんで、もうすっかり涼しくなってるタイミングであるそうです。場所はこの地図はこれは全タメさんのサイトの地図ですか？
じゃあこの地図ディスったら僕は全ため実行委員会を敵に回す感じなんですか。危な、これ分かりにくい地図やなって今言うとこでしたよ。言ってるやんみたいな。分かりにくくね、これ大丈夫ですか。岐阜県の、JR 中駅でいいんですか。地元の方もしいたら間違ってたら訂正してくださいね。中駅から徒歩7分で、名鉄は市民公園前駅から徒歩3分、こっちの方が近いんですね。で場所が鏡原市民公園であります。だから今まで岐阜駅から歩いて商店街に行って商店街でやってたんですけど、今回はだから場所も違うんですね。時期も場所も違うと。でここにグランゼーラが、店を出して R タイプファイナルの2のセット9がプレイできる。セット9がプレイできるそうです。でここでちょっともう一個情報があって、実は別の会社さんと共同で作ってる横スクロールシューティングがあるんですよ、グランゼーラが。こんなん言ってよかったんけ。どこまで言っていいねやろ。別の会社さんと作ってる R タイプと全然違う SF 横集、もう言うたらあかんとこ行ってるがあります。でそれをその会社さんも出展されます。私有できる。すごいな、勝手に言ってる気がするな。なので全ため来ていただくとセット9の先行プレイもできるし、その会社さんとの共同開発の SF サイドビューシューティングもプレイできます。なんかどっかから言ったらいかんとこまで言ってる気もするな。まあいいか。でそうなんだ、僕ねお願いがあるんですよ。何かっていうとね、このすごいな、何を考えながら言ってんのよな。頭の中全然整理されてるんですけど、全ためのステージイベントがあるんですよ。22日土曜日の午前、ブースにいますよ。その話もちょっと今したいんですけど、ステージイベントがいいですか、ここちょっとよく聞いてください。本当はこれをフリップにするべきだったんですけど、22日土曜日の午前に全ためのステージイベントがありまして、集大祭、シューティング大感謝祭、今までも多分集大祭いろいろやって、帝さんとかでやってたと思うんですけど、それのステージイベントがこの全ための22日土曜日の午前にあります。でそこに僕呼ばれてまして、そのある会社さんとの共同制作の横集の紹介というか説明をすることになってるんですよ。だけど2つ不安があって、1個はその午前中に自分のテンションが上がるか。僕は日没から元気になるタイプなので大丈夫かなっていうのと、あとね22日土曜日の午前って誰も来てくれてないんじゃない、すんごい見てる人少なそうな感じしてまして、なので、お願いっていうのは岐阜県の方とか岐阜県の隣接してる県の方はちょっとできるだけ来てほしいなっていうお願いなんですよ。寒そうだから。だから岐阜県と隣接してる県っていうと、愛知県でしょ、名古屋、愛知県でしょ、三重県でしょ、長野もひょっとしたら隣接してるのかな。長野と岐阜すごい遠そうですけど、あと滋賀県もあれですよね、東側は比較的近いですよね、米原とか、ね、であと、富山も隣接はしてますよね、五箇山とかで、石川もスーパーリンドを取ったら白川郷ですけど一応岐阜で、福井も隣接してる。これはひょっとしたら道がつながってないかもしれなくてなんだけど、できるだけ来ていただきたいです。でステージ終わった後もしばらく
グランゼーラのブースにいるかステージのそばにいますんで、もしもいつもはねアシスタントの人が一緒に来てくれるんですよ、イベントの時に。なんでかというと、僕が遅刻したりするのを防ぐためといらんこと聞かれたら何でも言ってしまうんで、いらんこと言わんから監視に来るんですけど、その日ねたまたまそのアシスタントの人を別のイベントに行ってていないんですよ。だからその時僕聞かれたら何でも答えてしまうと思うんで、そういう特典があります。なのでぜひですね、ちょっと午前中とばっかり言ってるって何時かわからないでしょ。僕も分かってないですよ。何時にそこ行けばいいかもまだ分かってないんですけど、22日の午前の全ためのイベントの情報が出たら、あいつが言ってたんこれかと思い出していただいてですね、しゃあないな、かわいそうやから行ってやろうかっていうふうに思ったらね、ぜひ来ていただきたいと思っております。はい、全ため出店だけでもう4つもお願いします。まず全ための話と、グランゼーラがセット9を私有を出しますっていうのと、ある会社さんとの共同開発の横集も私有できますっていうのと、全ためのステージイベントにぜひ来て助けてくださいっていう4つのお願いをしました。はい、よろしくお願いします。すごい担当焦ってますね。はい、次は何ですか。R タイプファイナル2フォトコンテスト。これ今やってるんですね。R タイプのパイロット&ウォーレコードの写真をこのマイ R パイロットってハッシュタグをつけて投稿すれば全員にオリジナル壁紙がもらえる。これは全員にもらえるんですか。Twitter と Facebook とインスタ。優秀賞5名はこの投稿した写真の T シャツがもらえるんですか。そんなことできるんですか。そうなの。これはいいですね。いいですねってちょっとわざとらしかったけど、いいですね。じゃあかっこいい写真あげたらかっこいい T シャツになるんだ。で恥ずかしいやつあげちゃったら恥ずかしい T シャツになるんだ。そうなんや。これは特にないですよね。投稿するだけでいいんですよね。はい。どうですか皆さん。ぜひ。これ社員はダメなんですか。投稿はしてもいいけどってだそうです。なんで制作部門のみんな投稿してもいいそうですが、 T シャツがもらえるかは別だとだそうです。そうなんだ。じゃあぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。じゃあ次にこれ海外からでも応募できるんですか。海外にも T シャツ送れるんですか。でもグランゼーラ購買部って国内とかにしかやってないじゃん。そうなんですか。じゃあこれは世界中から応募できる。じゃあフロリダからでもブエノスアイレスからでもいいんですか。ケニアからでも応募できるんですか。じゃあ南極でもいいの。昭和基地の人が応募したらどうせ今から南極夏やし T シャツ欲しかってんってなったら送るんですか。昭和基地まで。対象に優秀賞に選ばれたら昭和基地に送るそうです。昭和基地の方ぜひ応募してください。そうなんや。そんなことできるんや。僕が一番びっくりしてますけど、声裏返ってますけどね。グランゼーラこういうとこで勝負してるんや。すごいっすね。だそうです。だから南極にお住まいの方狙い目ですよ。 T シャツ増えるかもしれない。今からね夏になるんで T シャツいるよねっていうことですよね。はい。ぜひご応募ください。ちょっとびっくりして素でびっくりしました。はい。はい。じゃあそんなことでもう一個あるんですか。
すいませんね。はい。何ですかこれは。23年度新卒採用情報。来年春入社の新卒採用を9月末でまでだと。当日消印有効。はい。通年採用してるんですけど、一応何ですかね。おかげさまですごくいい人材がこう集まってまして、一旦9月末で割と大きな区切りをつけるということなんですかこれは。はい。なのでもしグランゼーラで、働こうっていう方が面白そうって言ってくださる方、興味ある方は30日までに応募いただけるといいなということだそうです。はい、同志を集え、そうですよね。はい、ありがとうございます。すごい押してるんですね、僕ね。ちょっと今日ね、多分テンション上がってるんですよ、嬉しくって。だからですね、はい、そんな感じで進めてまいりました。で、いよいよですね、今日の目玉の次回予告。はい、次回配信予定のこれがね、何がすごいって土曜の昼12時からですよ。はい。先行シート見たけど書くこと多くないですか。それはね、みんな思うみたいですね。すんごい質問攻めにしてるでしょ。はい。そうなんですよ。で、ちょっといいですか、次回予告に行きます。10月29日土曜日昼12時からです。なんとさっきの全ためのステージイベントもそうですけど、この時間に私のテンションが上がるかっていう話もあるんですけど、ちょっと内容をお伝えするとですね、来月は、R タイプファイナル 2.5、 多分 R タイプファイナル3の話をします。でセット9も全ためで使用できるんですけど、その頃ちょうど配信されてるかされる直前みたいな感じだと思うんで、それの情報が一つと、先ほどのその全ためで、使用できるって言ってたある会社さんとの共同制作の、横集のご紹介もこの番組でできそうだっていうこと。ありがとうございます。バンチュスさん、ありがとうございます。昼です。で3つ目がR タイプタクティクス1に作りますよって5月か5月4月5月に言ったっきりになってまして、プラットフォームすら言ってないんですよ。なんならPSP の時のパッケージの写真しかお見せしてないので、タクティクスの情報を来月出します。出せるはずです。情報はこのライブ配信のもう数日前にひょっとしたらネットとか世の中には出てるかもしれないですけど、この番組でできればちょっと開発中の動画をお見せできればなと思っております。そうなんですよ。作ってないんじゃない疑惑みたいなのがあってやってますよっていうことでお見せします。でもう一個 R タイプ関連の情報があったりっていうことで、まず最初のゲームのご報告のコーナーがすごく長くなる予定なので、っていうのと、もう一個ね、来月の放送はね、なんとね、英語の同時通訳が入るということになってまして、R タイプファイナル2とか絶対ズメとショープラスを海外で売っていただいてるNISA さんね、日本一ソフトウェアアメリカさんのご協力で、はい、英語の同時通訳が今まで初めてっていうことになってます。なので今ちょっと海外の方がなかなかね、日本語でしか僕が話せないんで情報がリアルタイムで出にくいんですけど、来月は同時通訳があって、NISAさんのツイッチでも見れると、 YouTube とツイッチで見れるということになってます。はい。通訳さんは
いつも通りやってくださいって言ってくださってるんですけど僕のこの会話を通訳するのかわいそうというか申し訳ないなと思ってましてですね。でだからちょっと取り上げる番組がたくさんあるので2時間ぐらいあるかもしれない番組が。で昼12時から2時間何も食べずに見たらもう腹ペコに皆さんなりますんで、食事を済ませるか食べながら見ていただければと思っております。はいまあ、そんな感じで、来月はちょっと土曜の昼っていうのがね皆さんにとってこうちょっと視聴しづらい時間かもしれないですけど、ぜひ新しい映像とか見ていただけると思いますんで、そうですね、集い2スペシャルですね。まあ仕事中まあそうですよね、なんかイヤホンで聞いていただくような感じでもいいんじゃないかな。仕事中でもあんまり言えないですけど仕事中もできれば口動かさず言います。仕事中でも見てほしいみたいな感じで腹話術みたいなはいよろしくお願いします。はいということですいませんね長くなって、僕ね今日多分すごい嬉しかったですね。だからちょっと話長くなったんですけど最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、まあ今回のことで拷問を受けても来月は出番が保証されてるみたいなんで出ます。ケンケン誘って聞きます。ジンもとか言って変かそれははいすいませんね。はい、じゃあそんな感じですね。何言うんだよ、最後に飛んでしまった。何言うんだっけ。すいません、ありがとうございます。すいません、なんかバイドルゲン 120% 彼はい楽しみです。ありがとうございます。はい拷問されても配信できるんだろう甘えんなまあちょっとその立場を今日はすごくフルに使いました。はいまあぬいぐるみには変わってるかもしれないですけど、ということでご視聴いただきありがとうございます。スーパーチャットもありがとうございます。番組出れてすごく嬉しかったです。はい、では、来月ちょっと時間帯も変則的ですけどぜひお越しいただきたいと思いますし全ためのステージイベントも可能な範囲で助けてください。ということで、お別れの時間になってまいりましたので。最後はシンガーソングライター飯田舞さんの R タイプファイナル2のエンディング曲「ともしび」を聴きながらありがとうございます。ありがとうございます。お別れです。はい、じゃあ皆さんも体調を崩さないように寒くなったり暑くなったりしてますんで気をつけてください。はい、じゃあおやすみなさい。ワイプ広いな。静かに息をする真っ暗な世界蝕まれてく心満たされないまま広すぎた空にあてもなくさまよい続ける掴みたくて掴めなくてそれでも探して見つけて私は私を取り戻したくてがむしゃらに戦って私は私の心いつからか見失っていたの立ち尽くす意味もわからず遠くから私を
私は私を取り戻したくてがむしゃらに戦ってたの。私は私の心をいつからか見失っていたの。私は